今日は2025年2月11日火曜日。こんにちは。日本語教師のナナです。これは日本語を勉強している人のためのポッドキャストです。今日のテーマは、挨拶の後にこれを言ったら、あなたはもう日本人かも。久しぶりにポッドキャストを撮ってるんだけど、みんな元気だったかな？私はポッドキャストを撮っていない間、何をしていたかというと、韓国から日本に帰ってきたよ。寒い韓国から日本に帰ってきた。私は日本では東京に住んでいるんだけど、今回韓国から東京に一度帰ってきて、その後すぐ沖縄に旅行に行ったのね。それで今また東京の家に帰ってきたんだけど、体がすごくびっくりしてる。なぜなら、韓国はとっても寒かったのね。マイナス10度くらい寒い日もあって、そんな寒い韓国からいきなり暖かい沖縄に行ったのね。沖縄は最高気温が20度くらいあって、すごくない？昨日までマイナス10度のところにいたのに、そのすぐ後20度。もう気温差が30度ぐらいだよね。だから体がびっくりしちゃってる。沖縄はね、去年も行ったんだけど、今年は石垣島っていう島に行ってきたのね。実はね、沖縄旅行は1年の中で一番安く行けるのが1月なんだよね。まあ、ビーチで泳ぎたいっていう人はやっぱり夏に行くのがいいけど、どうしても高くなっちゃうんだよね。だから別に泳がなくてもいい。綺麗な海を見るだけでいいって思う人は1月に行くのとってもおすすめ。泳げなくても海は冬でも綺麗だからね。でも東京から石垣島は直行便があるんだけど、3時間半かかるの。韓国より遠くてびっくりしちゃった。でも行く価値があるところだから、ぜひみんなも次日本に行くことがあったら、東京とか大阪とか福岡もいいけど、沖縄もオプションに入れてみてね。さあ、今日のテーマに入るけど、今日のテーマは、挨拶の後にこれを言ったら、あなたはもう日本人かも。日本人は多分80% の人が会ったら天気の話する。これはあまり親しくない人、例えば普段丁寧形でです、ますを
使う人でも、会って挨拶したら、あ、こんにちは。今日寒いですね。っていう、もう、こんにちはとセットみたいな感じ。近所の人に会った時とか、会社について同僚とか上司に会った時、例えばもし雨がたくさん降っていたら、おはようございます。雨すごいですね。大丈夫でした？電車遅れませんでした？とかね。これね、友達でもそうかな。友達に会って、友達が来るじゃん。で、久しぶり元気だったっていうか寒いね。っていう。っていうかはよく違う話をするとき、話題を変えるときに使う。英語は by the way。韓国語は근데だよね。これ、自分より上の人、丁寧形を使う人には言ったらダメだけどね。友達とか家族、普段タメ口を使う人には OK。久しぶりっていうか寒くない？やばいね。こんな風に挨拶する。多分日本人は天気の話をほとんどの人がするんだけど、これは別に天気の話が好きなわけじゃないの。絶対天気の話をしたいわけじゃないの。今日寒いっていうことを絶対伝えたいっていうわけじゃないんだよね。でも、なんか、こんにちはとか、おはようございますだけ言ったら、寂しい感じ。こんにちは、終わり。だと、あれ？この人、なんか怒ってんのかな？この人あんまり私と仲良くしたくないのかなって感じちゃうかもしれない。だから、挨拶とセットで天気の話するんだよね。天気の話をして嫌な人とか傷つく人はいないでしょ？だからみんながちょっとハッピーになるイメージだからする。でもね、私の場合はちょっと違う。私も日本語の授業の時、生徒さんにこんにちはって挨拶した後、よく生徒さんが住んでいるところの天気の話を聞くのね。それは私本当に聞きたいから天気のことを聞くの。今、地球温暖化、グローバルワーミング、どんどん世界全体で気温が高くなってるじゃん。だからアメリカはどうなんだろうとか、ヨーロッパはどうなんだろう、中国はどうなんだろうって本当に知りたいんだよね。だから私はいつも天気はどうですか？何度くらいですか？雪は降ってますか？ってめっちゃ詳しく聞く。私は天気の話ガチ勢。あとね、私が考える日本人がよく天気の話をする理由の一つは、日本人って天気予報が大好きなの。大好きっていうか、めっちゃ気にするの。明日の天気は晴れ？雨？曇り？降水確率。雨が降る確率ね。降水確率は何%くらい？いつもチェックする。なぜなら、
日本人は雨に濡れるのが嫌いなんだよね。もし雨が降る可能性があったら、傘を持っていかなければならない。日本人はね、ちょっと雨が降るだけでも絶対傘を差すの。日本以外の国、例えばロンドンとか、雨が降っても傘を差さずにフードをかぶるだけだよね。ほとんど傘使わないよね。でも日本人は歩いている時に雨がちょっとでも降ったら絶対濡れたくないから、折りたたみ傘、短い傘ね、カバンの中に入れることができる小さい傘をカバンの中から出してすぐに使う。だから天気予報をチェックして、もし明日降水確率が 40%、雨が降る確率が 40% なら、折りたたみ傘をカバンに入れて次の日出かけなきゃいけない。だから天気予報とっても大事。私も天気予報のアプリ、iPhone に最初から入ってる天気予報アプリじゃなくて、あれはあんまり当たらないから、他のめちゃめちゃ当たる正確な天気予報アプリをダウンロードして使ってる。まあ日本人はね、特に女性は日傘、天気がいい時に肌が焼けないように使う日傘ね。日傘を使う人が多いから、傘を持ち歩くことに慣れてるっていうのもあるよね。私の考えでは、日本人、世界で一番天気予報を気にする国民なんじゃないかな。日本人は梅雨の時期、梅雨がいつ始まっていつ終わるかとか、桜がいつ咲いていつ散るか、そういうのもめちゃめちゃ気にする。もう1月になったら今年の桜は何月に咲くかなとか、5月くらいになったら今年の梅雨はいつ始まるかなってチェックを始める。日本人面白いよね。こんな感じで今日は日本人と天気の話してみた。どうかな？みんなの疑問の答えになったかな？みんなは毎日天気予報見る？それともあまり気にしない？ぜひ教えてね。今日も最後まで聞いてくれてありがとう。日本語教師のナノでした。バイバーイ。